M417 を使っていくのだ。 M416 の弾が 7.62mm 弾になった感じの銃ですわ。 7.62mm だから反動が大きいけど威力が高いのだ。陛下はまたまた援護兵なのだ。兵がないですわね。歩兵戦やるなら正直突撃兵の100倍は強いと思うのだ。弾薬箱軽医療箱が強すぎますわね。タイムスキルが速いこのゲームにおいては敵をさばく力が増す。このお弁当箱がとにかく便利なのだ。使えるわ。 BF3 と BF4 で培った戦法と同じなのもいいですわ。そしてこの417の性能よ。レートが遅くて反動が制御しやすいのがかなりいいのだ。ガガガガガって高威力弾を撃っている感じがたまりませんわ。この重厚感 5.56mm 弾では味わえないのだ。リロードが結構早いのもグッドですわ。青くしますよ。蘇生できるのも援護兵が最高なのに一役買っているのだ。やっぱ蘇生できると BF って感じしますわ。サーシーを守るぞ。A側から回り込んでいる戦車部隊を叩くのだ。こういう時サプレッサーがあると心強いですわ。サプレッサーのデメリットはほとんどないし見た目も150倍かっこよくなるので必ずつけるべきなのだ。せいぜい100倍くらいですわ。戦車の進行を許してしまったのだ。歩兵を排除して C の援護に行きませんと。このビーコン柏区の根源はビーコン使いの上手い人がいますと本当に勝てませんわ。マブを早く使いたいのだ。それは本店待ちですわ。後ろから失礼。ビーコン部隊は一掃したけど C は取られてしまったのだ。やはり兵器に対して何度対抗手段もないのがきついですわね。援護兵にも C4 をくれくれなのだ。マップに敵。ショットガン相手だったら負けてましたわ。あの武器は何とかしてほしいのだ。現在絶賛 C を取り返し中なのだ。死にかけてますよ。息を潜めるのだ。メタルギアフィールドですわ。後ろに敵の気配。ミニマップで普通に映ってますわ。なんとかメタルギアフィールドを制して C をゲットなのだ。ひっそりで遊んでいたらまた C でこんな気配なのだ。本作のコンクエスト本当に流動的ですわ。僕たちの C を返せなのだ。これやりきれないのは下手くそすぎますわ。まずい焦ってしまっているのだ。動揺はエイムに出ますわ。それもやりきあわわわわわ。貴様か僕の C を取った犯人は。戦車は動く拠点ですから野放しにはできませんわ。誰かあいつを止めてくれなのだ。援護兵では何もできないのがもどかしいですわ。あの戦車に暴れられて一気に犠牲になったのだ。まだ C を取られてますよ。我らのフィジカルでなんとか取り返すのだ。スルーしないでほしいのだ。サプレッサーついてるからと気づかれませんでしたわ。このマップは C を取られると一気にきついのだ。 C 経由から Dに一気に行かれますわね。おあつらい向きに E が絶賛取られ中ですわ。これは非常によろしくないのだ。E の援護に来たのだ。わわわわわわ。後ろから撃つなんて卑怯な奴らなのだ。そう言いながら後ろから撃ち始めますわ。僕は劣勢側だから許されるのだ。意味不明ですわ。やばいどんどん E に進行されてるのだ。ついでに D も取られ始めましたわ。もう終わりだよこのナ東軍。E は陥落したのだ。残り1拠点ですよ。あわわわわわわ殲滅されるのだ。とりあえずまずは D を取り返すか。偶然にも誰もいませんでしたわ。マップ開いて状況確認なのだ。 E 側から味方が前線を上げていますわ。今どうしよう。うぜえ。びっくりしたぜ。なんとか D は取れそうですわね。で一人敵が来ましたわ。過激してきやがったぜ。くっそ拮抗しやがったのだ。おそらく向こうの通路ですわね。いた。手補給バッグの無害で飛んで敵が見えないのだ。思わぬ伏兵ですわ。キモが消えたぜ。この UI 問題は本編までには直してもらいたいですわね。破壊完了なのだ。サーリーの防衛なのだ。逃がすかぶれぽい。手前に敵ですわ。もう侵入されたのか。あはん。E でごちゃごちゃやっていたら味方がなんと C を取り返したのだ。これは素晴らしい味方ですわ。青くしますよ。あれ青くしますよ。なんでやねん。絶対なぜ。これで4回目ですわ。諦めよう。味方からしたら意味不明でしたわ。いつの間にか A を決めているぜ。見事な逆転劇ですわ。いい反動なのだ。味方が B 地点を完全にダッシュしたのだ。何としても B を守るのですわ。お前らで手池なのだ。ここを守れるかどうかが正念場ですわ。頑張るのだ。あちらこちらから来ますわね。見てくださいよこのビーコン。やはり相手が強いのはうまいビーコン使いがいるからですわね。戦局を変える力がある。わわわわわわわ。ここで逃げると見せかけて。実は待ち構えているドッキー戦法なのだ。小賢しい戦法ですわ。やっべ B にめっちゃ侵入されているのだ。この数はなかなかさばききれないですわ。それでも行くしかない。よし。ちょっと待って C を取られていますわ。なんでやねん。流れで D も取られていますわ。ねえどうする。知らないですわ。知らないらしいですわ。追い攻めてきたのだ。おおはん。大丈夫か枝豆。うわー。諦めて C を取り返してたら案の定 B が制圧されたのだ。この状況で旗を取り返されるのは非常に良くないですわ。じわじわと包囲されてついに C も危なくなったのだ。 C を
を取られたら本当に終わりですわ。 M417 の迎撃性能に期待するのだ。正反動は遠距離戦もこなせますわね。縮小位1点から宿に出来上がって四方八方に敵ですわ。四面楚歌ですわ。その裏に敵1名。わわわわ、今度はそこから撃ってくるのか。隠れる場所がどこにもありませんわ。とりあえず奥に行くのですわ。ここもグレポンでは振り出される気がするのだ。いたたたた、ちょっと顔出ししただけなのに。でもここにいれば安全ですわ。いや、ここも後ろから来そうなのだ。やっぱいるのだ。奥に1人、手前にもいますわ。もうこれ以上は無理なのだ。僕は逃げる。逃亡？助かったのだ。そんなフラグを立てたやつから死んでいくのですわ。もうチケット差が絶望なのだ。途中までいい感じでしたのに。正直 C を取った段階で無理にされなければ勝ってたかもしれないのだ。そんな意思疎通 BF でできるわけないですから意味ないですわ。それな、3拠点制圧したが我が軍はもう虫の息なのだ。青起こしますよ。僕にできることは D を守ることだけなのだ。切り返しすると全然当たんないですわ。やばい、終わりの鐘が鳴り響いているのだ。なんだ今のパラシュートは。最後のキルにしてやりましょう。実はこの武器越した目でも強いです。今更言うことではないですわ。そして最後は普通に引き分けて終了なのだ。相変わらず締まりませんわね。というわけで負けましたのだ。途中まで惜しかっただけに残念ですわ。今回はカービンの M417 を使ってみたのだ。とても使いやすくて強かったですわね。レートが低いから M4 の反動がきつい人はこっちを使えばいい気がするのだ。まあでもちょっと M4A1 の方が強い気がしますわ。それはそうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。